皆さんこんにちは、川村です。今回は After Effects でフリーで 3D モデルを操作する方法について紹介していきます。そしてこの動画のポイントとしては2点あります。1つ目はフリーで 3D モデルを扱う方法で、2つ目は 3D トラッキングの完璧な処理について紹介していきます。3D トラッキングを丁寧に処理したら後の作業を非常に楽にしてくれるので、気になっている方や悩まされている方はぜひ見ていってください。それでは始めていきましょう。それではまず Adobe Creative Cloud を開いたら After Effects ベータ版をこちらからダウンロードしてください。ではそうしたら必要な材料を集めていきます。フッテージと 3D モデルのモンスターと戦車を用意していきます。まずはフッテージから用意していきます。Pixels というサイトを利用してフリーのフッテージをダウンロードしていきます。僕は無数にある中のこのフッテージをダウンロードしていきます。皆さんは好きな素材を選択してみてください。絶景やサンセット、美しいなどと検索してみるといい素材に巡り合うことが多いです。次に 3D モデルのモンスターを用意していきます。モンスターはミキサモというサイトを使っていきます。ミキサモではモーションキャプチャーされたアニメーションをダウンロードすることができます。例えばこのダンスを適用したらこんな感じでリズムに乗って踊ってくれます。また右側にあるプロパティでアームスペースやスピード、そういったものを調節することが可能です。ぜひご自由なモーションを組み立ててみてください。モーション以外にもミキサモ公認キャラクターとしてこんなにもたくさんのモデルが用意されています。人間からモンスターまで、また二頭身のキャラなども付属しています。そんな豊富な中から今回は2番目に登録されているこのモンスターをピックアップしていきます。そしてこのモンスターにアニメーションを適用していきます。恐怖感を煽るモーションにしたいので検索欄にてローアとキーボードを打ちます。そうすると雄たけびを上げているモーションがあるのでこれを適用していきます。いいですね。とても様になっているのでこちらをダウンロードしていきます。特にプロパティはいじらずにそのままオレンジのボタンを押したら次に4つの設定が出てきます。しかしあまり気にしなくても大丈夫です。それではこれで少しばかり待てば次に無料 CG ソフトブレンダーに移ります。それではブレンダーを開いたらこういったインターフェースになっています。まず画面上のキーブなどはいらないので A キーで全選択して X キーで削除。次に画面上部のファイルからインポートより FBX を選択してください。そこからミキサモでダウンロードしたモーションを選び、右下のインポート FBX をクリックしてください。そうするとブレンダー上にモンスターが召喚されます。モーションを確認して間違いがなければ上部のテクスチャーペイントエリアに移動していきます。ここではテクスチャーを書き出していきます。保存方法はイメージよりセーブアズで任意の場所に保存していきます。そして次にモデル本体のダウンロードを行っていきます。レイアウトエリアに戻り、モデルのポーズを下のタイムラインより決めたらモデルを選択してください。そしてファイル、エクスポートより OBJ の拡張子を選択していきます。保存場所はテクスチャーの保存した場所と同じにしておきます。名前はモンスター。そして Selected Only にチェックを入れます。アニメーションではなくて1フレームだけ使用するのでアニメーションのチェックには入れないでください。では Export OBJ。これでモンスターのダウンロードは完了です。それでは次に戦車のダウンロードを行っていきましょう。それでは SketchHub というサイトを開いてください。こちらは 3D モデルをダウンロードできるサイトであり、無料でできるものが多いのが特徴です。それでは検索欄よりタンクとキーボードを打っていきます。するとこのように戦車がずらっと表示されます。どれも全て魅力的でいいのですが、今回は T4B ヘビータンクというモデルを使用していきます。ではダウンロード 3D モデルから形式は FBX を使用していきます。少しばかり待ち、ダウンロードが完了したら解凍していきましょう。そして少しばかりファイルを整理したらブレンダーを開いていきましょう。ではブレンダーを開いたら
モンスターの時と同様に戦車のモデルをインポートしていきます。今回の書き出しはモデルだけで十分です。テクスチャーのリンクがしっかりとなされていたのと、テクスチャーの書き出しがすでにされているので大丈夫です。戦車はモデルのパーツが分かれているため、しっかりと全て選択した状態で書き出してください。それでは下処理が完了したので、After Effects ベータ版を開いていきます。まずダウンロードしたフッテージを入れたら、次に適当な長さでトリミングしていきます。そして早速 3D トラッキングを行っていきます。トラッカーパネルを出して 3D カメラを適用していきます。束の間のひとときを待てば分析完了です。そうすると百数十個のトラックポイントが現れるので、その中の数個をターゲットで選びます。場所としては 3D モデルや物質などを配置するところがおすすめです。ということで僕はここに設定していきます。で、しっかりとトラッキングされているか、ブレとかが出ていないかを確認していきます。はい、スーパー綺麗にトラッキングできています。トラッキングがうまくいかない場合は、必要ないところを削除する、もしくは詳細分析にチェックを押す。これでも無理な場合は他のフッテージを使用していきましょう。それではここから必見です。今から綺麗でとても見やすい 3D 空間を作っていきます。それでは新規平面を制作していきます。設定は線×線のサイズがおすすめです。次にこちらにグリッドを適用していきます。そしてカラーを赤身にして名前をグリッドフロアとしておきます。またこれを複製してそのカラーを青、名前をグリッドハイトとしておきます。そして次に 3D 化を適用していきます。そうするとグリッドが消えるのですが、タイムラインを遡ると現れてきました。ではグリッドフロアは床なので X 軸に対して90度適用していきます。一方でグリッドハイトは1の Y 軸に対して500ピクセル上に移動していきます。それでは一旦 3D カメラをトラッキングで作成した平面レイヤーに親とリンク付けをしていきます。そしてトランスフォームをすべてリセットしてください。そうすると不思議とグリッドたちが平面レイヤーに吸い寄せられ重なっていきます。ほんと不思議です。それではなぜこんなことが起こってしまったのかを紹介していきます。ポイントはカメラを平面とリンクさせたことです。このリンクをさせることによって、例えば平面を移動させると 3D 空間上では平面、カメラともに移動していきます。しかしカメラの画面上では何も変化が起きていません。なぜならカメラの移動幅は平面の移動幅と全く同じだからです。なのでこれについては位置だけではなくて回転やスケールも同様なことが言えます。したがってこの原理を利用してデフォルトの位置、回転、スケールを新たな原点に設定しています。これをしておくことで主に2つのメリットが得られ、その後の作業を飛躍的に楽にしてくれるのでとてもおすすめです。それらのポイントについては後ほど作業とともに紹介していきます。それではこの平面はもういらないので削除しておきます。そしてヌルを制作して新たなカメラのコントローラーになってもらいます。なので名前はコントロールカメラ。ではコントロールカメラにカメラをリンク付けをしてグリッドの大きさや方向を決めていきます。おすすめとしては縦軸を Y 軸に、進行方向に Z 軸、横方向に X 軸を定めるといいと思います。横方向と奥行きに関しては X、Y 軸どちらでもいいんですが、Y 軸に関しては縦軸になるべくした方がいいです。アフターエフェクトでは 3D 上の縦軸は Y 軸なので、ではグリッドの向きが道路の方向としっかり合うように微調整を重ねていきます。モデルなどが動く場合は綺麗に 3D 空間を作った方がいいです。ただ動かない場合に関しては少し雑でも OK です。それではモデルのモンスターと戦車を入れていきましょう。ファイルからドラッグ&ドロップで入れていきます。ちなみにですが OBJ 以外にも FBX や GLTF の形式でも取り込むことが可能です。なので仮に FBX を入れるとこのように入りますが、テクスチャがついていない理由は分かりません。
おそらくですが書き出しをしたらいけると思います。はい、こちらからコンポジションに入れるとこんな感じで、アフターエフェクトベータ版では右上にプロパティパネルがあるので、そちらからサイズ等を変更していきます。はい、ではこんな感じにしておきます。では次にライトを入れていきます。新規ライトより平行ライトを入れていきます。平行ライトの位置ですが、ビューの方向を変えて調節していきます。アクティブビューからレクトビューに変換するとモンスターが真ん中にいます。これが先ほど 3D 空間をきれいにしたことによるメリットの一つ目です。モンスターはデフォルトの位置にいるので、他のビューからでも必ず真ん中にいます。なのでモンスターがどこにいてライトがどこにあるのかといった位置関係を即座に理解できます。これがメリットの一つ目です。ではモンスターが大きくてビューには収まっていないのでサイズ調節をしていきます。リンク付けをしたコントロールカメラでスケールを小さくしてカメラを近づけていきます。そうしたら全体的に大きくなるので、モンスターは自身のスケールで小さくしていきます。そうするとカメラの画面上ではサイズは変わらないですが、ビューポート上では小さくなっています。これで見やすくなったので平行ライトを配置していきます。しっかりと後ろ側ではライトを受けていて明るく、前側では光があまり入っていない状態です。少し暗いのでライトを複製して明るくしていきます。ではこんな感じにしておきます。それではこのモデルにカラーエフェクトなどを入れてなじませていきたいのですが、現段階では直接エフェクトを適用できないのでプリコンポーズをしていきます。なのでカメラとライトを複製してモデルとともにプリコンしていきます。そうするとこのようにエフェクトを適用することができるので、トライトーンにて周りの雰囲気をつけていきます。次にトーンカーブにて若干数のコントラストと緑みを入れていきます。最後に高速ボックスブラーにてボケ感を一致させていきます。はい、いい感じです。ただ何か違和感が感じられますね。ちょっとモンスターが浮いてる感じしませんか？その違和感の正体は地面に対しての影がないことです。なので今からお手製の背景を作っていきます。ではモンスターをもう一度持ってきて Y 軸のスケールを極小まで下げていきます。ぺちゃんこ状態にされたら影の伸び感や方向を調節していきます。ではカメラを複製してモデルとともにプリコンしていきます。そして色を影っぽくしてブラーをかけます。影の色味はフッテージの情報から合わせていきます。コツとしては不透明度を下げたり複製して定山モードにするなどいろいろ試しながら色味を合わせていきます。はい、では戦車のモデルも同様に行っていきます。ただ違いとしては戦車が前方方向に進んでいる点です。なので線書き線のグリッドとトップビューを駆使しながら配置やアニメーションを決めていきます。アニメーションについては綺麗に直進するのではなく、ほんのわずかに右寄りに行くようにしていきます。では複製をして同じようにアニメーションさせていきます。はい、いい感じです。戦車のアニメーションを決定させたらプリコンポーズをしてカラーや影などを追加していきます。その時にレイヤーの順番としてはタンク系を上の方に、モンスター系を下の方に配置しておきます。そしてモーションブラを適用していきます。それでは最後にお好みで炎や煙を入れたり画面への細工をして映像を仕上げていきます。で、ここで3D 空間をきれいにしたことによるメリットの2つ目です。このように 3D 化のボタンを押すとほとんどがデフォルトの位置なので配置などがとても楽に行えます。こんな感じで前後左右に移動させサイズを調節するだけで簡単に行えます。これがメリットの2つ目です。そうこうしているうちに配置ができました。では炎を入れたのでそれに順応するためにモンスターにライトで照らしていきます。ポイントライトを入れてライト強度にウィグルを適用させ炎のチラチラ感を表現していきます。それでは全体をプリコンポーズしたら最後の仕上げにかかります。画面に揺れを入れたり煙やパーティクを入れたりカラー調節をしたりシネマスコープを入れたりしたら完成です。
はい、いかがだったでしょうか。現在の After Effects ベータ版では 3D モデルを扱えることが可能となっており、映像表現の幅がぐんと広がります。その反面、欠点としてはテクスチャーが一つだけ、アニメーションができない、エフェクトを直接入れることができない、この3点が挙げられます。ただ、モンスターなどの生き物ではなく、戦闘機やオブジェクトなど生命がないものに対してはキーフレームをいじることができるので、自由にアニメーションできるんじゃないでしょうか。もし有料プラグインの Element 3D があれば、テクスチャーやアニメーションを自由に操作することができるので、こういった映像も作れます。それではまた。